はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで、久しぶりにこういうスタイルで動画を撮るということで、約ね、半年間ぐらい僕去年の10月末ぐらいからですね、アジアをバックパック旅行しておりまして、ゴールデンウィーク前にね、帰ってきて、ようやくね、身辺が落ち着いたということもあって、今日あたりからの動画更新っていうのを再開していこうかなというふうに思っていて、以前はね、このチャンネルではカメラ関連の機材であったりガジェットっていうのを紹介していたんですけれども、日本に帰ってきたっていうこともあって、そういった動画もね今後作っていこうとは思うんですけれども、とりあえずはね半年間に及んだ長い旅行の、フィードバックといいましょうか、思い出話といいましょうかね、そういうふうな形で動画っていうのを何本か撮ろうと思っていて、今日はねその半年にもわたったこの旅行を振り返ってみようということで、一本ね雑談系の動画を作ってみようかなというふうに思います。でこの半年間ね僕がどういった形で旅行していたのかと言いますとですね、ざっくりと振り返ってみるとですね、まずですね10月の末にですね神戸から鑑真号っていう船に乗って中国の上海に行きました。これ2泊3日の船旅なんですけれども、これ今日中関係が最悪な状況ということもあって、鑑真号そのものはね今でもね日本と中国っていうのを往復してはいるんですけれども、客船ね旅行者を乗せるっていうことを今取りやめているんですね。この鑑真号ね日中間のフェリーっていうのはねこれだけで僕は思い出話だけで一本動画撮れるかなっていう風な感じで、特にねLCC ができる前なんかは僕の若い時はねよく乗っていて、かつてはこれ鑑真号以外にもね蘇州号っていうのがあったりだとか、あと神戸からね天津に行く船があったり、あと他にもいくつかねルートっていうのがあったんですけれども、現状はねやっぱり LCC の登場っていうこともあって、この日中間のフェリーっていうのがね事実上鑑真号だけっていう風な状況だったんですね。でそれがコロナになってね客船を取りやめていて、コロナが終わったっていうこともあって、復活したタイミングで僕はこの鑑真号に乗ったんですけれども、今これ客船としてはねお客さんを募集していないっていうこともあって、ある意味いいタイミングでこれ鑑真号に乗れたかなというところで、上海からはね近くの蘇州っていう町に行きました。これ上海から僕地下鉄に乗って蘇州に行ったんですけれども、この蘇州っていう町もねめちゃくちゃいい町でしたね。でそこから広州っていうところに行って、この辺はね短い移動だったんですけれども、この広州から次にはね泉州っていう町に行って、ここがね結構長距離なんですね。ただし地図上で見ると結構長距離移動ではあるんですけれども、中国の場合高速鉄道っていうのがねもう張り巡らされていて、この辺の移動なんかもね、かなりスムーズにできたかなと思います。でこの泉州っていうのはかつての国際都市でね、僕はマニキョウの遺跡っていうのをね見に行きたくてここに行ったんですけれども、この泉州っていうのもね見どころたっぷりで、かなりいい街でしたね。でこの泉州から次はね福建土楼っていうところに行くんですね。ここもね僕ずっと行きたかったところで、不思議なね、集合住宅みたいなところで、この辺なんかは世界遺産に登録されていて、でその世界遺産の中でね泊まることができるっていうところで、ここもね、かなりおすすめの場所だったんですね。でこの福建土楼から次アモイっていう町に行って、この辺なんかはねもう大都会でしたね。でアモイから次に行くのがね諏訪島っていう町に行きました。でここもねご飯が美味しいんですね。ただでさえ美味しい中華料理の中でもこの諏訪島と、あとその次に行った長州っていう町が特に美食の町としても有名で、実際ねご飯がとても美味しくて、この辺なんかもかなりおすすめの場所かなと思います。でただねこの辺あたりからね諏訪島長州あたりからですね、だんだん日中関係っていうのが怪しくなると言いましょうか、いわゆる日本で高市発言っていうのがあって、それによって日中関係っていうのが悪くなったっていう話なんですね。ただし僕そのリアルタイムで中国を旅行する限りにおいては、中国内でその反日感情の高まりみたいなのは全然感じなかったんですけれども、やっぱりそれでもねいろいろとニュースとかっていうのも入ってきて、あまりやっぱり中国をね旅していてね楽しくなくなったっていうこともあって、この深センに入ったあたりからそろそろ中国を出ようかなというところだったんですね。本来の予定ではこの深センからね一旦香港に出てビザをリセットしてからね東チベットっていうのをね回ろうと思っていたんですけれども、それをキャンセルして雲南省の昆明ですね、昆明の方に向かって、そこからね次もベトナムの方に陸路で抜けていくという風な形になりました。
でベトナムはねサパっていう町にまず最初に入って、そこから首都のハノイですね。でそのハノイから次はね古都のフエっていう町に行って、そこから同じく古都のホイアンでホイアンからダナンっていうところに行くんですね。この辺ねベトナムって縦長っていうこともあって、特にこう南北を横断するっていうのがね、基本的なルートで、この辺なんかも実は僕ベトナムの縦断そのものは今回3回目とかなんですけれども、大体こういうルートになるんですね、ベトナムの場合は。でその次に首都のホーチミンに行って、でホーチミンから次関東っていうねメコンデルタの町に行きました。この辺なんかもねいい町なんですね。でそこから関東からですね次カンボジアに入ります。でこれも陸路国境で、ハティエンっていうところからカンボジアのケップっていう町に入りました。でこのケップっていうところはね水産資源が豊富な町として知られていて、カニとかがね美味しいっていう話だったんですね。ただ僕が行った時はねカニ食べたんですけれどもね、あんまり身がないと言いましょうか、シーズンよりねちょっと早かったりだとか、あと市場なんかもね改修工事をしていてそんなにカニとかも入ってきていない状況だったみたいで、あまり美味しいカニは食べれなかったんですけれども、このケップっていうところから次カンポットという町に行きます。でこのカンポットっていう町もねすごく良かったんですけれども、この辺あたりからの旅の動画っていうのがねなかなかちょっとうまく作れなくなると言いましょうか。っていうのもこの旅に持参していたこのね MacBook Pro っていうのがね調子がね悪くなるんですよ。次カンボジアの首都のプノンペンに行くんですけれども、プノンペンあたりになるとねこの MacBook っていうのが本格的に起動するのが怪しくなってきて、やっぱりねちょっと動画編集ができないっていう風になると旅のねモチベーションっていうのもぐーんと下がるっていう風な感じで、早くねちょっとこれをね修理したいなという風に思って、ただカンボジアにはね公式の Apple ストアっていうのがなかったんですね。なので一番近い Apple ストアっていう風になるとタイのバンコクっていうこともあって、こっからねもう大急ぎでタイのバンコクを目指します。はい。でカンボジアにいながらねアンコールワットとかも行かなかったんですけれども、次にクラチェっていう町に行くんですね。この辺になるとね動画っていうのはね出していないんですけれども、このクラチェっていうところではカワイルカ、メコン川のカワイルカっていうのを見ることができて、ここもねずっと行きたかったところで、実際ねカワイルカ見ることができて、この辺ね一応動画には撮っているんで、またちょっと時間を見つけてねこの辺もね番外編みたいな形で出そうかなとは思うんですけれども、このクラチェっていうところから次はストゥントゥレンっていう国境まで行きます。これまでラオスとの国境なんですね。でこっからラオスの、シーパンドンっていうエリアですね、メコン川にある島なんですけれども、デッド島っていうところに行きます。このデッド島っていうのはね何でしょうか、昔ながらの東南アジアの島のねのんびりとしたそういった感じが残っている場所という風な形で本来だったらねのんびりするのに最適な街なんですけれども、僕の場合、急いでいたっていうこともあって、すぐに出て次にパクセという町に行きます。でこれはラオスのね結構大きな町で、このパクセからもう次タイに入ってですね、一気にバンコクに向かうということですね。でバンコクに到着したのが僕12月31日だったんですね。せっかくだったらね年越しは大都市でしたいなというふうに思って、ギリギリ年越しバンコクに間に合ったっていうふうな形で、年明け早々にバンコクでこの MacBook っていうのを修理に出したんですけれども、公式のね Apple ストアではね断られたんですね。断られたというかこれ修理しようとすると新品買うのとあんま変わらないぐらいの値段かかっちゃいますっていうふうな形で案に断られるような形になったんだけれども、その代わりに近くにあるApple 公認の民間の修理会社っていうのがあって、そこを紹介してもらって、そこでだったら修理してくれるっていうことで、この MacBook っていうのを預けてすぐにバンコクを出てですねアユタヤに行くんですね。で僕タイにはねこれまでね何回も行っているんですけれども、ほとんどやっぱりね中継地として行っているっていうこともあって、バンコク以外のタイをねちゃんと旅行したのってね本当に25、6年ぶりっていう風な形で、このアユタヤもねそんな形だったんですよ。ただね結構びっくりしたのがやっぱバンコクってもう僕が一番最初に行った時って18の時だから1999年とかに行ってるんですよ。でその時と比べるとバンコクってもう本当様変わりしてるんだけど、結構ねこのアユタヤはねやっぱ遺跡の街っていうこともあってそんなに変わっていなくてね、久しぶりにアユタヤに行って、その後ねカンチャナブリに行くんですね。でカンチャナブリも同じようにね昔に行ったことがあるんですけれども、ここはねただね結構いろいろと変わっていたかなというふうに思います。でこの辺でねカンチャナブリあたりで、この Mac の修理が終わりましたっていうことで一旦バンコクに戻るんですよ。
ただしね、ここからまたちょっと一悶着ありまして、実際に受け取ったね、パソコンね、起動とかっていうのはね、ちゃんとするようにはなっていたんですけれども、よくよく使ってみるとね、音声がね、出なくなってしまっていたんですね。で、これ故障前には音声っていうのは普通に出ていたっていうこともあって、やっぱり修理中に何かしらのトラブルがあって、音声が出なくなったっていうこともあって、また再度入院するっていうことになったんですね。で、これがね、結構ね、時間かかって、結局ね、10日間ぐらいね、かかったんですよ。なので、その間に僕は、またバンコクを出てですね、南のスラタニーっていう町に行きました。で、このスラタニーっていう町もね、以前来たことがあるんですけれども、ここもね、様変わりはしていたんですよ。ただこのスラタニーっていう町はね、めちゃくちゃおしゃれな感じで、カフェとかっていうのがたくさんあったりだとか、なんだろう、だいぶマレーシアに近いっていうこともあって、マレーシアのね、ペナン島なんかの雰囲気とね、だいぶ似ているような感じで、おしゃれで、ご飯も美味しくて、で、カフェ文化とかっていうのもあってね、ここもね、すごく良かったです。おすすめです。で、このスラタニの後ね、ラノーンっていう町に行くんですね。で、このラノーンっていうのは実はね、ミャンマーとのね、国境の町なんですよ。実は僕一応ね、今回の旅でミャンマーにもね、足を踏み入れてはいるんですよね。このラノーンからね、一応ミャンマーに入ることはできるんですよ。本来はね、ミャンマーってビザが必要なんですけれども、渡し船でね、行く分においては、一応ミャンマーの大地を踏むことはできるんですね。ただ現状ミャンマーっていうのはね、内戦状態っていうこともあって、ここをね、突っ切ることはできないっていうこともあって、一旦またタイに戻ってきて、でそこからまたバンコクに戻って、今度はね、ちゃんと修理されたこの MacBook っていうのを受け取って、でその後飛行機に乗ってインドのコルカタに向かいます。でインドはね、僕はこれまでもね、何度も旅行しているんですけれども、その中でね、まだ行ったことがないエリアっていうのがインド北東部っていうエリアだったんですね。ここは本当インドからすると、ほとんど飛び地に近いようなね、場所で、バングラデシュであったりだとか、あとミャンマーであったり、あとブータンだとかね、ネパールだとか、その辺に囲まれたエリアで、インド本島とはだいぶ違う文化っていうのがあって、東南アジアにどちらかというと近いような、で顔立ちなんかもね、日本人にかなり近い、そういった人たちが住んでいる場所なんですね。で今回のインド旅はね、ここを旅行しようと思っていて、そういうこともあって、このコルカタから一旦バングラデシュに入ります。首都のダッカですね。今回ね、結構高市発言なんかでもそうなんですけれども、ダッカでもね、政治に振り回されたと言いましょうか。ちょうどね、僕がダッカに訪れた時に総選挙があったんですね。でしかも今回のバングラデシュの総選挙っていうのは、かなり重要なもので、これまでずっと続いていたね、政権っていうのが崩壊して、若者中心の新しい政治体制を作りましょうっていうふうな総選挙っていうこともあって、それがダッカにいる時にもろかぶってしまって、本当ね、2日か3日間ぐらいはね、街中の商店、レストランも何もかもね、閉まるっていうふうな状態になって、なかなか旅行者としてはね、ストレスがかかったんですけれども、でそのダッカから次チッタゴンっていう町に行きます。でこのチッタゴンもね、ザ・バングラデシュみたいな感じで、とても興味深い街で良かったですね。でこのチッタゴンから次コックスバザールっていう、この辺はね、ミャンマーとの国境に近くて、このコックスバザールっていうね、一応世界で一番長い海岸線を持っている、そういったリゾート地なんですね。ここもね、僕ね、25年ぐらい前に行ってるんですけれども、昔はね、本当ね、ただひたすらね、だだっ広い海岸線があるね、漁村みたいな感じだったんですけれども、今はね、バングラデシュのリゾート地っていう風な形で、バングラ人の国内旅行先として人気なんですね。なのでね、ホテルとかっていうのもね、バンバン建っていて、大都市になっていましたね。ただこのコックスバザールっていうのはミャンマーとの国境に近くて、特にミャンマーにもともと住んでいたロヒンギャっていうね、イスラム教徒なんかが迫害を受けてこの辺にどんどんと流れてきているっていうところでもあるんですけれども、リゾート地でありながら結構宗教的にはね微妙なところでもあるんですけれども、でこのコックスバザールの後ね、クミッラっていう町に行って、この辺からね再度インドに入るという形で、クミッラからインドのアガルタラという町に行きます。でここからインド北東部の旅がスタートして、次ダーマナガールという町に行くんですね。でこの辺で遺跡なんかっていうのを見ながらですね、次からシルチャっていう町に行きます。で次そのシルチャの次にですね行くのがインパールですね。マニプールっていう州に入るんですけれども、この辺からもうね完全にインド北東部ということで、もうこの辺に来るとですね、
いわゆる僕らがイメージするインド人っていうのはほとんどいなくなって、東南アジアであったり、我々日本人に近いような顔立ちの人っていうのがほとんどになるんですね。で、宗教的にもヒンドゥー教ではなくてキリスト教がほとんどになります。この辺はね、キリスト教の福音派の影響っていうのがものすごく強いんですね。なので僕なんかがね、こうやって旅行していてもね、全然ね目立たないんですよ。なんだったら現地語でガンガン話しかけられるみたいなね、現地人と間違えられて、でしかもインパールっていう町はね、日本人にとってもね、第二次大戦中のね、インパール作戦なんかでも知られている場所で、日本兵の戦没慰霊地なんかにも行ったりして、次インパールからコヒマという町に行きます。でこのコヒマっていうのもねすごくいいところで、高原の町でね、ここなんかものんびりできて、で次コヒマの次にねモンっていう村に行くんですよ。でここでこの旅最大のピンチと言いましょうか、盛大にね足をね捻挫してしまって、本当に歩けなくなってしまったんですね。なので本当はねこのモンっていうところでね、このモンの村のエリアっていうのは部族間での首狩りの習慣っていうのがつい30年40年前まであったところで、まだ現役でねかつて若い時首狩ってましたっていう人がまだ現役で存命されているところで、その辺のね村なんかを巡りたかったんですけれども、完全にねちょっと歩けなくなってしまったんで、そういうこともできずに門からね次グアーティという町に行きます。でその後グアーティからシロンっていう町に行くんですね。でこの辺なんかもねシロンはご飯が本当に美味しくてね、菓子料理っていうで、あとこの辺なんかはね豚肉が食べられるんですよね。豚肉って基本的にイスラム教徒が食べないものっていうふうに思われがちなんですけれども、実はインド本島でも豚肉ってほとんど食べられないんですよね。なんですけれどもこのインド北東部っていうのは、やっぱり東南アジアの影響っていうのもあって豚肉がね結構メインの肉なんですよね。で特にこのシロンなんかではね菓子料理っていう料理があってめちゃくちゃ美味しかったですね。この旅で食べた料理の中でもしかすると一番美味しかったんじゃないかって思うぐらい美味しかったです。で、このシロンの後ですね、ダージリンですね、お茶で有名なダージリンに行って、でその後ねカリンポンという町に行きます。でこのカリンポンから次シッキム州っていうところに入るんですね。でそのシッキム州のペリンっていう町に行って、この辺になるとねだいぶチベット仏教の影響っていうのが大きくなるんですね。ネパールであったりブータンっていうのは近いですし、であとチベット本土にもね地理的に近いっていうこともあって、この辺になるとチベット文化圏に入ってきてですね、でこのペリンの後にヨクサムっていう村に行って、このねヨクサムっていうところもね本当に良くて、ここはねカンチェンジェンガっていうね世界第3の高峰ですね。これをねこれが目の前に見えるところで、実際僕もね運よく天気が良くてちゃんとね山が見れたりして、この辺なんかはねシーズン中になるとねトレッカーがね多く集まるところで、僕はねあんまり足がね良くなかったっていうこともあってそこまでね山歩きはしなかったんですけれども、それでもチベット仏教のゴンパっていうね僧院とかっていうのが、それなんかをね巡るのもすごく楽しかったですね。でこのヨクサムっていうところからですね次ガントクに行きます。でこのガントクっていうのがシッキム州の州都で、ここはねもう大都市って感じですね。ショッピングモールとかっていうのもあってね大都市で、このガントクを最後にして、インド北東部の旅っていうのが終わって、で同時にねこのガントクあたりからもう帰国のことをね考え始めると言いましょうか、もうそろそろ帰国しようかなというふうな形になったんですね。でガントクから次ネパールのカトマンズに行くんですけれども、こっからね動画っていうのがほとんど撮れていなかったっていうのは体調がね悪くなってしまうんですよ。でしかもねそのね体調不良っていうのはかなり長くてね1ヶ月ぐらい、日本帰ってからもねちょっと続いていたっていう風な感じで、そっからねカトマンズの後ねインドのバナラシねここでもね一旦ね調子良くなったと思ったんですけれども、また悪くなってね数日間本当に寝込んでしまうっていう風な形で、ただこの辺に来ると、帰国便っていうのは決まっていたんでね、早く帰らなきゃっていうところでバナナシからデリーに行って、デリーから日本に帰国したというふうな形で、これがね半年間の全ルートというふうな形なんですよね。なのでねバンコクからコルカタまでは飛行機を使っているんですけれども、それ以外は全部陸路でぐるぐる回っていたというふうな形で、ただこのデリーからはねあと飛行機に乗って日本に帰るだけだったんですけれども、この帰路の最中にもですねトラブルっていうのがありましてですね、デリーから日本に直行するのではなくてシンガポール経由だったんですよね。デリーからシンガポールまでインド航空で行って、シンガポールから大阪までは
のシンガポール航空で行くっていうね。っていうのも帰国便っていうのをね結構探しているとね、航空券代っていうのがね高騰していたんですね。っていうのはやっぱりイランでのねホルムズ海峡周りの問題っていうのが、本来だったらデリーだとかカトマンズから日本に帰るのってうまいことやればね片道でね2、3万円で帰れるはずなんですよね。ただしそういったホルムズ海峡の問題であったりだとか、あと安いチケットで大体ね上海とかを経由するっていうこともあって、この辺の中国とね日本との関係も悪くなったっていうこともあって、この辺の便もねだいぶなくなっているっていうこともあって、安いチケットっていうのがねなかなか見つからず、結局僕貯めていたマイレージで帰ったんですけれども、せっかくスターアライアンスのねマイルを使って帰るんだったら、やっぱりいい航空会社を使って帰りたいなというふうに思って、ということもあってシンガポール航空がやっぱりいいんでシンガポール経由で帰ってきたんですけれども、このシンガポールで10時間ぐらいにストップオーバーねトランジットがあったんですよ。その間夜だったっていうこともあって、空港の隅の方でね一応もう旅が終わりましたっていう風な形で総括するような動画を撮った後ですね、そのアクションカメラを持ったまま仮眠を撮るんですけれども、この仮眠を撮ったタイミングでね僕はこの度にね何台もカメラを持ってきていて、そのうちの1台の DJI のアクション5 Pro っていうのを使っていたんですけれども、それが入ったミニバッグと、あと緊急用のね財布ね、これを身につけてはいたんですけれども、仮眠を取っている最中にね多分ね一旦外したんですよね。でその外したままそのまま放置して、飛行機に乗っちゃったっていう風な形だと思うんですよ。でそのボディバッグがなくなってるっていうのに気づいたのもね、飛行機に乗っている最中で、飛行機の中でねCA さんにちょっと状況を話してね、それに該当するものが見つかったら連絡するっていうことだったんですけれども、現状そういった連絡もないっていうこともあってね、旅の最後でカメラと、あとね結構大きかったのがね、その緊急避難用のね予備の財布っていうのを入れていて、そこにはね米ドルでね300ドル入れていたんですよ。もう円安の300ドルなんで、5万円弱ですよね。これがちょっとねなくしてしまったっていうのは結構痛いんですけれども、そんな感じで日本に帰ってきたというふうな形です。ただねちょっとこれは動画の中でもね何度か言及したんですけれども、個人的にねやっぱこの度ちょっと消化不良っていうのがいくつかあって、一つはやっぱり中国ですね。本当は東チベットっていうのをね回りたかったんですけれども、そこが回れなかったっていうところと、あとインド北東部なんかでもねなかなか普段行けないようなところに行っておきながらね自由に行動できなかったっていうこともあって、この辺なんかも心残りなんですけれども、やっぱりそれ以上にねインドより西に行けなかったっていうのがね結構思うところっていうのがあって、インドの西っていうのはパキスタンなんですけれども、実はパキスタンもねイランよりちょっと前の段階でアフガニスタンと交戦状態になったりしてたんですよね。でもちろんそのパキスタンの西にあるイランっていうのは今ねいろいろと大変な状態になっていて、事実上やっぱりインドから西っていうのは国際情勢の影響で行けなくなっているっていうこともあって、本来だったらねパキスタン、イラン、あとイラク、トルコあたりにね行ってみたかったかなというふうに思っているんですよ。で特にパキスタンのね北側のねフンザっていうところがあって、その辺なんかはね以前行った時にすごく思い出深い場所だったんで、もう一回行ってみたかったんですけれども、その辺ねまたね国際情勢っていうのが落ち着いて、タイミングが合えばね今回の旅行で行けなかったエリアっていうのも行ってみたいかなとは思うんですけれども、ただ半年間ね結構いろいろと回ったと言いましょうかね、こういった長旅をしているとね沈没って言ったりするんですけれども、一つの町にね、2週間3週間とか何もせずにぼーっとする時間っていうのができるもんなんですけれども、今回はねあんまりそういうこともなくて、カトマンズだとかねバナラシだとかっていうのはもうほとんど僕体調が悪くてずっと寝ていたっていうこともあってね、結構いろいろとぐるぐる回れたかなというふうに思っていて、満足度としてはかなり高かったかなというふうに思います。なのでねその辺気になる方はね動画の方をご覧いただければいいかなというふうに思います。というわけでね、今日はこんな感じでちょっとざっくりと半年間の旅を振り返ってみたわけなんですけれども、まだ当分はねちょっとこの旅ネタでねいくつか動画を作ってみようと思っていて、特に旅に持っていったアイテムでね使いやすかったものであったりだとか、あと動画作り周りですよね。今回いろいろな機材を持っていって、実際どういった機材をよく使って、こういった機材は実はあんまりよく使いませんでしたみたいなそういったフィードバックっていうのも動画にしていこうと思います。というわけでね当分はねこの旅系のフィードバックの動画が続くかなとは思うんですけれども、また落ち着いてきたらねガジェット紹介であったりだとか、あとこの半年の間に結構いろいろな気になるカメラとかっていうのも出ていますし、であとね
もうじきどうやら GoPro から新しいね、カメラが出そうっていうこともあって、その辺なんかもね、動画の中で紹介できればいいかなというふうに思いますので、もし気に入っていただきましたら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、面影でした。